梅雨入りの前に真夏のような暑い日が続きました。今日のおやつは甘さをぐっと控えたチーズケーキ。いとこが作ってくれたマルベリーのジャムをのせましょう。60歳を過ぎても細々といくつかの仕事を掛け持ちしてます。そのうちの一つは翻訳家。こんな本も訳しました。最強脳の作り方。物々しいタイトルだけど、中身は脳を老化させないための習慣が書かれてます。要するに健康本です。これを読めば脳だけじゃなくて体にも良い習慣がわかる。まあそういう本です。健康にはもともと興味があったから、この本を訳しながら書いてあることを実践しましたよ。それから1年が経ってだいぶだらけちゃいました。時々本を読み返して忘れないようにしてるんですけどね。思い返してみれば、健康にいい習慣を全部やろうって欲張りました。スタートで猛ダッシュしてあっという間に力尽きた、そんな感じです。疲れないぐらいのジョギングでゆるっと続けていった方がいいんですよね。健康でいるには体にいいことをずっと続けていくのが大切です。100点満点じゃなくていいんです。80点？60点でいいんですよね。そんな私だけど、長い間続けてる習慣もあるんです。その一つは、家でご飯を作るときは添加物を入れないこと。といっても外食するときには気にしてないんですけどね。家では市販のジュースを全く飲まなくなりました。生姜や梅や赤じそでシロップを作って、それを薄めて飲むのが好きなんです。新生姜が手に入ったからジンジャーエールの素を作りました。スパイスを入れてピリッと辛い大人味のジンジャーシロップです。材料は新生姜、きれいに洗って薄くスライスしましたよ。生姜が浸かる量のお水、お砂糖は生姜の 90% ぐらいかな。蜂蜜もちょっと入れました。スパイスはシナモンスティック1本、黒胡椒を丸ごと10粒ぐらい、クローブは8粒ぐらいかな。香りがいいからカルダモンも入れました。弱火でコトコト20分ぐらい煮ましたよ。生姜を捨てちゃうのはもったいないな。そうだ、甘酢漬けにしよう。お寿司の脇についてるでしょ。そう、あのガリです。シロップを作った後の生姜、スパイスは取り除きましたよ。だし汁が生姜の 60% ぐらい、お酢は 80% にしてみよう。シロップを作って生姜は甘くなってるでしょうから、お砂糖は少しで大丈夫。お塩は小さじ1/3。生姜を瓶に詰めて甘酢を注ぎます。半日ぐらい置いておけばもう食べられますよ。冷蔵庫に入れておけば結構長持ちします。添加物はなるべく口にしないようにしてるけど、私ベーコンが大好きなんですよ。お肉のうまみがぎゅっと詰まったベーコンはパスタやスープに使うといい味が出ます。
だけど市販のベーコンは添加物が多すぎる。そして無添加のベーコンは高級すぎて手が出ない。だから自分で作ります。1週間塩漬けにしておいたバラ肉を少し切って焼いて塩気を確かめます。今回は塩じゃなくて塩麹を使ったから塩辛くないですね。それでも20分ぐらい塩抜きしておこうかな。水気を拭ってざるにのせて冷蔵庫で丸1日乾燥させますよ。本格的な燻製はすごく久しぶりです。しかも七輪を使って燻製を作るのは初めてです。うまくいくでしょうか。温度が上がるのを待ちながらお肉を乾燥させます。チップはまだ入れないですよ。温度がなかなか上がらない。火をもっと強くしよう。目指すは75度です。上がってきましたね。桜チップを入れましょう。あとは3時間ぐらいいぶすだけです。ちょっと休憩。のんびりコーヒーなんか飲んじゃいます。おやおや、煙が多すぎるような。チップの量と温度の関係、なかなか難しいですね。チップが燃え尽きたら新しいチップと交換します。3時間のんびり待つだけかと思ったら、実はちょこちょこ忙しいです。温度をちらちら確かめながら夏の花を植えましょう。見切り品の花を救済してきました。ビーダンスという花だそうです。蜂蜜みたいないい匂い。匂いに吸い寄せられて買っちゃいました。傷んだところを切り落としてきれいにしてあげます。元気に育ってほしいな。
75度を保つのが難しい。でも美味しいベーコンのためなら頑張れます。チップを新しくしたら一瞬カセットコンロで熱して七輪で温度をキープする、そんな小技を編み出しましたよ。3時間半が経ちました。おー、これは本格ベーコンです。くるみのカンパーニュを仕込みました。冷蔵庫で一晩発酵させて、二次発酵と焼成には土鍋を使います。今日もいいお天気だからね。南側のお部屋で発酵させましょう。手作りの生姜のシロップでジンジャーソーダ。アジサイだらけの庭が一番華やぐ季節です。挿し木から育てたアジサイは2メートル超えの大物になってますよ。どこかから飛んできて毎年1輪だけ咲くカラー。去年までは白い花だったのに今年はピンク。謎多きカラーです。花が終わって実が色づいたヒペリカム。春にアブラムシにやられたハイビスカス。復活してくれてよかった。シルバーリーフのガザニア。ラベンダーはそろそろ終わりですね。オキザリス、紫の舞。素敵な名前です。これからどんどん花が咲くメドウセージ。白アジサイのアナベルはとにかく元気です。赤茶色に光る種が飛んでますね。ヒメヒオウギ。来年もたくさん咲いてくれるでしょう。さあ、くるみのカンパーニュに戻りましょう。あれ、思ったほど膨らんでないな。欲張ってくるみをたくさん入れすぎたのが良くなかったですかね。
やっぱり膨らみが足りない。60点ですね。まあこんな日もあります。100点満点じゃなくてもいいんです。ちょっと持て余してるバジルの葉。でも今日使うのはこっちです。ディルは本当に爽やかな香りです。塩コショウした生鮭を蒸しましょう。スモークしてから3日寝かせたベーコン、カリッと炒めますよ。ヨーグルトとマヨネーズを混ぜてドレッシングを作ってると思ったでしょ。これは蒸し鮭のためのソースです。おー、ディルをのせるだけでフランス料理に見えますね。いただきます。手作りベーコンの味は何点？ベーコンを噛みしめるたびに感激です。点数はつけられませんでした。